2つのボールを横に並べて同時に落としたらどうなると思いますか？平行に落ちてぶつからないと思いますよね。実はこれ、厳密にはちょっと違うんです。この疑問を突き詰めると、一般相対論の核心である時空の曲がりにつながっていきます。あなたが今、椅子に座ってこの動画を見ているとしましょう。頭と足では地球の中心からの距離がほんのわずかに違います。足の方が地球に近いので、ほんの少しだけ強い重力を受けて、その結果、あなたの体は縦に少し引き伸ばされているんです。逆立ちして見ている人は逆ですけどね。もちろんその効果は目に見えないほど小さいものです。でもこの引き伸ばしを生む時空の曲がりと潮汐力が一般相対論の核心です。今日はこれを手がかりに時空の曲がりとは何かを直感的に理解していきましょう。時空の曲がりと潮汐力の話に入る前に、重力ってそもそも何？というところから考えてみましょう。飛行機に乗っていて突然エンジンが止まったらどうなるでしょうか？自由落下を始めた飛行機の中では、この動画のような無重力状態を体験することになります。みんなとても楽しそうですね。宇宙ステーションの中で宇宙飛行士が浮いているのも実はこれと同じ原理です。宇宙ステーションは地球の周りを落ち続けているので、中にいる人は重力を感じない無重力状態になるんです。自由落下している人にとって重力は消えたように感じられるんです。窓のない箱の中にいる人は、自分が落ちている飛行機や宇宙ステーションの中にいるのか、そもそも重力が弱い宇宙空間にいるのか区別することができないんです。重力と加速度は局所的には区別できない。これを透過原理と呼びます。アインシュタインはこのアイデアを自分の人生で最も優れたアイデアと呼んでいたそうです。でも重力を完全に消せるなら、重力って本当に存在するのかわからないような気がしてきませんか？実はそうではありません。自由落下しても消せない本物の重力効果があるんです。それがさっき話した潮汐力なんですね。ではその消せない重力とは何なのか、具体的に見ていきましょう。ここに2つのボールがあるとします。これを横に並べて同時に地球に向かって落としてみましょう。この2つのボールはどうなるでしょうか？ボールは平行に落ちていつまでもぶつからないように思いますよね。でも実は厳密にはそうではありません。なぜなら地球は丸いからです。重力は地球の中心に向かって働きます。だから横に並んだ2つのボールはそれぞれ地球の中心に向かって落ちていく。つまり落ちながら2つのボールは少しずつ近づいていき、地球の中心でぶつかるんですね。では今度は2つのボールを縦に並べて同時に落としてみましょう。どちらの方が早く落ちるでしょうか？答えは下のボールです。地球に近い下のボールの方が強い重力を受けるので、より早く落ちて上のボールとの距離はどんどん開いていく。2つのボールは落下しながら少しずつ離れていくんです。ではこの2つのボールを自由落下している飛行機の中から見るとどう見えるでしょうか？飛行機と一緒に落ちているので、ボールは飛行機の中で浮いているように見えます。でも横に並べたボールは近づいていき、縦に並べたボールは離れていく。無重力のはずなのにボールが勝手に動いているように見えるんです。重力は加速度と区別できないはずなのに、自由落下している飛行機の中ではボールは勝手に動いているように見える。これこそが潮汐力。重力が場所によって違うことによって生じる、自由落下しても消すことができない重力効果なんです。海の潮の満ち引きもまさにこの潮汐力が原因です。
地球が受ける月の重力は月に近い側と遠い側で強さが違う。その差が海水を引っ張って潮の満ち引きを起こしているんです。ブラックホールでのスパゲッティ化もこの潮汐力の極端な例です。重力がめちゃくちゃ強いブラックホールの近くでは、頭と足で受ける重力の差がとてつもなく大きくなってしまうので、スパゲッティみたいに引き伸ばされてしまうんですね。潮汐力が本物の重力効果であり、これを測ることで自分が本当に重力を受けているのかどうかがわかるんです。さて、ここからが今日の本題です。この潮汐力が時空の曲がりそのものだという話をしましょう。さっきの2つのボールの実験を思い出してください。横に並べたボールは近づいていき、縦に並べたボールは離れていきました。自由落下している飛行機の中から見ると、無重力のはずなのにボールが勝手に動いているように見えますよね。実はこれこそが時空が曲がっているということの意味なんです。平らな紙の上では平行線はどこまで行っても平行のままです。でも曲がった空間ではそうではない。丸い地球がまさにその身近な例です。自由落下する物体が進む道のことを測地線と呼びます。測地線とは曲がった時空の中での最短経路のこと。自由落下している物体は時空の中でこの測地線に沿ってまっすぐ最短距離を進んでいるんです。そして2本の測地線の間隔が変化すること、これを測地線偏差と呼びます。落下する2つのボールが近づいたり離れたりする現象がまさにこの測地線偏差です。19世紀の数学者ベルンハルト・リーマンはこの2本の線がどれだけ近づいたり離れたりするかを数学的に記述する方法を考え出しました。それが今日の主役であるリーマン曲率です。リーマン曲率とは、近くを通る2つの自由落下物体がどれだけ近づいたり離れたりするかを測る量なんです。そしてアインシュタインはリーマン曲率こそが時空の曲がりであり、重力そのものであると考えました。潮汐力を生むのは測地線偏差による重力の差。つまり測地線偏差、時空の曲がりが大きいほど潮汐力も大きくなる。潮汐力と測地線偏差、時空の曲がりであるリーマン曲率は同じ概念が異なる現れ方をしているだけ。潮汐力で起こる潮の満ち引きは実は時空の曲がりを表すとても身近な現象なんですね。釣りが好きな視聴者の方もいるでしょう。実は時空の曲がりを気にしながら釣りを楽しんでいると言えるんです。さらに曲率への理解を深めるため、平行移動の考え方を紹介しましょう。ただの平行移動でさえ曲がった時空の中では不思議なことが起こるんです。まず部屋の中で南の方角を指さして歩くとします。指を指す方向が南のままぐるっと一周して元の場所に戻ってきても、指は元の向きのままですよね。これはとても当たり前のことに思えますが、地球の表面のような曲がった空間では全く違う現象が起こるんです。北極点に立って指を南に向けて指しながら赤道に向かって歩きます。赤道に着いたら今度は赤道に沿って90度分指を南に向けたまま東に向かって歩きます。そしてそこからまた北極点に向かって戻ります。この時どの方向を指さすことになるでしょう。なんと元の向きから90度ずれているんです。指を南に向けたまま歩いたのに、一周して戻ってきたら向きが変わっている。これこそが空間が曲がっているということのもう一つの意味です。ずっと同じ方向を向いていると思っていても、歩く場所が曲がっていれば同じ方向を維持できないんですね。今回は地球の上を歩くことを考えましたが、ブラックホールのような強い重力を持つ天体の周りでは時空が同じように曲がっているんです。自由落下する飛行機の中が無重力状態になるように、重力は打ち消せるように見えます。
でも消せない本質的な重力の効果があり、それこそが潮汐力なんです。これを数学的に記述したのがリーマン曲率であり、アインシュタインはこれを時空の曲がりと考えて一般相対論を築いたんです。海の満ち引きという身近な現象も突き詰めると、実は重力の本質につながっているんですね。それではまた次の動画まで。ごきげんよう。